皆さんこんにちは。ハンガリー医学部生の大輝です。今回の動画ではハンガリー医学部の本講師受験の試験内容を公開しちゃいたいと思います。本講師受験をする方をはじめ、現在予備コースで勉強していて入学試験を控えている学生、また予備コース受験と本講師試験でどっちにするか悩んでいるといった学生にも非常に参考になると思うので、最後まで絶対に見逃さないでください。前回の動画では各受験形式の概要とどっちの受験形式を選ぶべきかという話をしたので、そちらの動画も合わせてチェックしてみてください。各大学の問題形式っていうのは若干異なるんですけど、デブレセン大学とペーチ大学の試験は自分の時は合同開催となっていて、同じ筆記試験となっていたんですけど、生物と化学それぞれ50分ずつといった内容になってました。その試験では選択問題の他に穴埋め問題や、論述で数センテンスで答える必要がある問題も出てきました。センメルワイスやセゲド大学の試験では生物と化学に加え英語と医学用語のセクションもあってそれぞれ20問ずつ選択問題が出ました。ちなみに試験範囲も各大学のウェブサイトに載ってるんですけど、日本と若干異なる部分もあって、例えば基本的に生物では生態系等の人間の体に直接関わらない部分はハンガリー医学部では聞かれたりしないっていうのと、科学に関して言えば軌道の範囲っていうのは日本の高校ではなかなか習わないと思うんですけど、ハンガリー医学部の試験では品質なので、こういったところはしっかりと自分で範囲を確認して、学習するようにしましょう。実はですね、ハンガリー医学部の4大学のうちデブレセン大学とセゲド大学のウェブサイトには試験のサンプル問題が載っています。それぞれの大学の試験問題は概要欄にリンクを貼り付けておくので、そこからダウンロードしてみてください。今回は公開されているサンプル問題の中からいくつか例題として紹介した後に、自分が実際にどのように対策したか、またおすすめの対策方法などを詳しく紹介していきたいと思うので、本講師試験を控えている学生は特に、最後まで見逃さないようにお願いします。はい、それでは実際に自分が通っているデブレセン大学の問題を見てみましょう。今回は生物と化学から2問ずつ見ていきましょう。じゃあまず1問目が Meiosis is the mechanism by which ploidy A is reduced from diploid to haploid, B is duplicated, C remains the same, D can be changed from triploid to tetraploid, E can be multiplied。 日本語訳も載せておくんですけど、こちらの問題ですが正解は A となります。これは英語でしっかりと問題の理解さえできていればそこまで難しい問題ではないですよね。生殖のための原数分裂で 2n から 1n に変わるっていうことを理解しておけば、簡単に解ける問題です。じゃあそれではちょっと難しい問題を見てみましょう。In the kidneys of mammals, loop of Henle can be found in A. medulla, B. cortex, C. pelvis, D. calyx, E. none of that。 日本語訳はこちらになるんですけど、答えは A になります。こちらの問題は腎臓に関する話ですね。自分は高校で生物基礎しかやってないので、ヘンレループっていうの名前を、実際高校で習うのか、ちょっとわからないんですけど、こちらの画像にあるようにループオブヘンリーというのは腎臓のメデューラ、髄質にあたる部分に位置しています。こういったこの名称を覚えていないと解けないよっていうような問題も、ハンガリー医学部ではたまに出てくるので、そういった知識っていうのも、結構重要視されています。はい、それでは次に科学の問題を見ていきましょう。じゃあそれでは1問目。What is the orbital notation for the electron in an orbital with the following quantum numbers? N equals to 3 and L equals to 1. A. 3D, B. 3S, C. 1S, D. 3P, E. 1P。 日本語訳はこちらになるんですけど、この答えは D になります。これは科学の軌道に関する問題ですね。先ほども言ったように日本の高校ではあまり詳しく習わない範囲だと思います。それぞれの電子の軌道の表し方として N では主量指数、英語だと Principal Quantum Number、L では方位量指数、英語では Angular Momentum Quantum Number というのを表しています。細かい説明はここでは省くんですけど、このように日本の高校ではあまり習わない範囲もハンガリー医学部の受験では出てきたりします。なのでそういった範囲は自分でしっかりと確認して、YouTube でビデオを見るなりして、勉強する必要があります。それでは次の問題です。Which statement is not correct for carboxylic acid? A. Carboxylic acid forms Schiff base with amines. B. Carboxylic acids are usually stronger acids than alcohols. C. Carboxylic acid can form dimers via hydrogen bonds. D. Low molecular mass monocarboxylic acids are liquid at room temperature. E. Carboxylic acids are polar molecules。日本語訳はこちらになります。この問題の答えは A になります。
シェフフェイスっていうのが日本の高校科学ではあまり習わないと思うんですけど、シェフフェイスっていうのはカルボン酸ではなくてアルデヒドまたはケトンとアミンの化学反応で作られるので A が正しくない選択肢となります。はい、いかがでしたでしょうか。難しく感じた方も多いと思います。全ての問題においてやはり英語で聞かれているので、日本で今まで普通に日本語で勉強してきた、生徒にとっては非常に難しく感じる人も多いと思います。ですが問題自体は非常にシンプルで、思考力というよりは単純に知識を、問われている問題が多い印象です。しかし先ほども話したようにハンガリーと日本のカリキュラムってのはやはり違ってくるので、こんなの日本で習ったことないっていうような、問題も多少は、出てくると思っておいた方がいいです。はい、ではこれを踏まえて一体どう勉強すればいいんだっていう思う人のために、今回は一学生としておすすめの対策方法を、教えちゃいたいと思います。結論から言うと、ハンガリー医科大学事務局が主催している本試験対策講座を受けるのが、一番手っ取り早いです。この講座では4月にある本試験直前の3月から5週間をかけて、実際にハンガリー医科大学の教授が1日5コマから6コマをかけて生物と科学の内容を中心に試験内容を、カバーしてくれます。毎日すごいペースで授業が進んでいくので、かなりインテンスなコースにはなってるんですけど、自分は実際にこのコースを受けてよかったなと感じました。やはり実際の大学の教授が教えてくれるので、大学側が受験生に知っててほしい内容っていうのをしっかりと全部カバーしてくれるっていう意味ではすごく対策する上で助かりました。自分は高校は文系で、大学では理系をやっていったんですけど、大学ですら習わなかった内容っていうのも試験範囲として入っていたりしたので、しっかりとそういった範囲も試験前にカバーできたことは非常に良かったです。対策講座自体は英語で行われますし、人によっては非常に難しく感じる生徒も多いと思うんですけど、4月中旬に行われる本試験に向けて3月いっぱいをしっかりと勉強に捧げて、毎日予習復習をしっかりとすれば、この本試験対策講座を通して本試験の合格っていうのは十分狙えるんではないかと、実際に受けて感じました。この本試験対策講座はコロナ前までは東京で対面で行われていたんですけど、現在はオンラインで行われていて、今後もオンラインで行う予定ということなので、どこに住んでいる方でも受講することができます。授業料は30万円と、少し値段は高めになってるんですけど、特にハンガリー政府奨学金を目指している学生にとっては試験で高得点を取ることが求められているので、そういった意味でも金銭的に許すならば、受講する価値は非常にあると思います。この動画を見てくださっている時期にもよりますが、本試験までまだ時間に余裕がある方のために他のおすすめの対策方法も今回は紹介していきたいと思います。まずは先ほど紹介した各大学のサンプル問題をダウンロードして一旦自分の力で解いてみましょう。そしてそれと試験範囲のトピックリストを見比べながら、自分が苦手な範囲または知識が足りてない部分を、しっかりと明確にしましょう。そしておすすめする勉強の教材はカンアカデミーというアメリカのサイトの AP バイオロジー、AP ケミストリーまたは物理を受ける人は AP フィジックスのビデオです。これらを使ってしっかりと自分の知識が足りてない分野を中心に学習するのがいいと思います。そしてこれらを一通り終わらされた段階で本試験対策講座を始めることができれば、かなり合格に近づくんではないかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。もちろん皆さんの合格を保証するっていうのは自分できないんですけど、あくまで一学生のアドバイスとして参考にしていただけますと幸いです。ハンガリー医学部受験に関しては、日本の医学部受験と比べると情報が出回っていないので対策するのが非常に難しいと思うんですけど、そういった形のために何かできればと思ってこのように動画発信をしています。コメント欄でも受験のことに限らず、気になることを質問していただければできる範囲で回答するので、気軽に何でも教えてください。チャンネル登録もしてもらえると本当に嬉しいのでよろしくお願いします。次の動画では筆記試験後の口頭試験の内容も、なんと公開しちゃうので、次の動画も見逃さず見てください。それでは I'll see you in the next video. Bye!